新しく登場したナッシング初のオーバーイヤーヘッドホン、ヘッドホン1という製品をナッシングさんからお借りしました。肌感覚ですが結構注目度も高いみたいで、先日製品の発表会にご招待いただいていろいろと触ってみたんですが、その時のツイッターの反応とかもそこそこありました。それもあって、このみんな気になっているナッシングのヘッドホン、実際どんなもんなのかというのを詳しくお話ししていきたいと思います。デザインだけなのか、それとも最高のヘッドホンの仲間入りなのか、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。さて、長いこと僕のチャンネルを見ていただいている方は、僕が結構なナッシング好きだということを理解してくれていると思います。例えばですね、ここに使ってなくても常に引き出しに入れているんですが、こちらのナッシングフォン 2A スペシャルエディションですね。あとナッシングイヤー A、 こういったものは使うのはもちろんのこと、もう多分ずっと持っておくと思います。使う使わないを超えて物として普通に好きなんですよ。そんな僕の好きなナッシングを軽く最初にご紹介すると、こちら2020年にイギリスで誕生したブランドになっています。シンプルさ、透明さ、独自性というデザイン哲学を持っていて、クリア素材を巧みに利用しているブランド、そういった印象を持つ方も多いんじゃないでしょうか。現状展開されている製品は主にこのイヤホン、そしてスマホですね。これらがガジェット好きの注目を集めてもう早3、4年というところになりますね。そして2025年夏に登場したのが、スマホの新作フォン3、そして初のオーバーイヤーヘッドホンであるヘッドホン1、この2つの製品です。フォン3もね、いろいろ魅力的ではあるんですが、僕の心を掴んだのはもうこっちなんですよね。自分も気になってるし、皆さんからの注目度も高いんじゃないかなというふうに思っています。さて、じゃあ早速ヘッドホン1について見ていこうと思います。まずはやっぱりそのデザイン性、外観の部分からですね。大きめで半透明のイヤーカップにアルミ素材が組み合わせられています。パッと見ると自分で外からカバーをつけましたみたいな雰囲気がありますね。個人的にはこの柄みたいな部分よりも四角い形状の方が目を引く印象があります。これが SF 感というか、いわゆるレトロフューチャーな雰囲気を出してくれてるんじゃないかなと思います。で、このナッシングらしいクリア素材、透明性みたいなものを表現したパーツになってるんですが、中は内部の構造が見えるような柄になっています。カセットテープみたいなものをイメージする方も多いんじゃないでしょうか。ナッシングはね、本当にこういったモチーフを落とし込むのがすごくうまいですよね。このナッシングイヤー A、 こちらのワイヤレスイヤホンも、これは薬のカプセルを模したようなデザインになっています。こういうのがね、本当にうまい。形状や柄、こういった点を含めて、他のヘッドホンとは全然違う雰囲気が出ているんじゃないかなと思います。発表会でもですね、ナッシングジャパンの黒住さんが最近のヘッドホンは似たり寄ったりっていうことをかなりね、強調されてました。わかります。本当につるっとしたシルエットのヘッドホンが多いですよね。ガジェットの中でも特にファッション的な意義を持つアイテムであるにもかかわらず、それがどうも同じようなトーンになっていってる感覚があります。そこに風穴を開けるような製品としては、まさにそれは成功してるんじゃないかなと思いました。で、カラーリングは今回提供していただいているブラックの他にホワイトがあります。多分ね、このホワイトがかなり注目されてるんじゃないかなと個人的には思います。 SF 感とかレトロフューチャー感みたいなものはまさにホワイトが強く演出してくれているんですよね。ブラックはどっちかっていうと、それをうまくなじませてくれたような雰囲気があります。カラーに関してもクリアなんですが、ブラックがかっているので柄も落ち着いて見えますね。あと僕も黒髪なので、こういった黒いヘッドホンだとかなりね、馴染むというか、いろんな意味で顔周りで溶け込みますね。ナッシングであることをもう少し主張したい方にとってはホワイトの方が良いかもしれませんね。とはいえ僕は結構ブラックのそのシックな雰囲気も好きですね。クリアパーツの中に左には白、右には赤のモチーフがあります。これがそれぞれ左右を表しているんですね。逆に L とか R みたいな記号がありません。ある種スマートですし、慣れれば僕もこの方がかっこいいかなと思ってます。あと右側にはナッシングヘッドホン1という文字と、左側にはですね、後ほど触れますがサウンドバイ KEF とあしらわれています。ヘッドホン、持っていてもそんなに感じなかったんですが、実は他の製品と比べてやや重めです。329g となっていますが、つけていて別にそれを感じることはないですね。で、僕が少し気に入っているのはこのヘッドバンドの側圧です。要は横から押さえつける
この力が程よい感じがあります。強すぎるとどうしても長時間つけている中で頭がだんだんと締め付けられて痛くなるんですが、いろいろ使っていてもそれがなかったですね。イヤークッションにも低反発のウレタン素材が使われていてクッション性抜群ですし、またオイルとかメイクみたいなものにも耐久性が十分あります。次は操作についてなんですが、ナッシングヘッドホン1は全ての操作がこの右耳側で完結します。ボタンや端子などが全てこちら側についているんですね。ボタンは全部で3つなんですが、ノールックで直感的に操作できるようにそれぞれのボタンの位置づけだったりだとか触り心地、操作感が全く違うようになっています。まず1つ目、おそらく一番触るのがこのローラーという部分です。ホイール状になっていて左右への回転で音量を調節することができます。また押し込みもできるので軽く押して再生停止ができるほか、長押しでノイズキャンセリングと外音取り込みを切り替えることができます。ナッシングのオーディオは外音取り込みモードにするときに女性の吐息ではぁって言われるんですよ。ちょっとね、いろんな人に試してほしいです。確かに言葉を使わずにこの外音取り込みっていうのを表すものとして吐息はまあありっちゃありだけど、ぜひまだね触れたことない人は触ってください。しかもこのヘッドホンならより迫力のある吐息が聞けます。でこのローラーの下にあるのがパドルというスイッチになります。これはですね左右に倒すことができるんですね。一見上のローラーと同じような操作に見えるんですが、ボタンの触り心地、押し心地が全く違うので別物として判断ができますね。このパドルの操作によって曲送りや曲戻し、長押しにすると早送り、巻き戻しができるようになっています。そしてもう一つは少し離れたボタンというスイッチです。でこちらはカスタマイズが可能になっています。ユーザーに合わせていろんな操作ができるようになっているんですね。例えば音声アシスタントを起動する iPhone だったら Siri とかですね、そういったものを起動するボタンにすることもできますし、空間オーディオに対応しているんですが、そのオンオフの割り当てもできるようになります。で電源ボタンは下側についていて赤と白で表示してくれていますし、その横には USB-C ポート、また有線の 3.5mm 端子もついているので、これによって有線接続も可能になっています。全てが右側に詰まっていることによってどんな時でもこちら側を操作すればいいんですよ。この迷いのなさっていうのはすごく大事で、今まで使ってきたヘッドホンとかは結構こういったどっちだっけ、どこでどうやって押すんだっけみたいな操作の複雑さとか、左でやろうと思って違うこっちだみたいなね、混乱が生じないという意味では全てが右側にまとまっているのは僕はすごく良いポイントだなというふうに感じています。で接続性に関してはもう基本的なところは全て抑えているというところですね。 Bluetooth は最新の 5.3 に対応していますし、2つの端末に同時に接続して再生機器を瞬時に切り替えることができるマルチポイント機能にも対応しています。ここら辺の機能はほとんどのイヤホン、ヘッドホンがもう積んでますよね。であとコーデックも SBC、AAC、そして LDAC にも対応しています。正直ね僕はこの違いを感じ取れるほど耳がいいわけではないんですが、気にする人にとっては嬉しいポイントかもしれないですね。そして有線接続も可能なので、例えば飛行機の中とか、あと僕みたいに動画編集をするので音声ラグが許されないとか、そういった方でも使うことができるようになっています。そして最近のヘッドホンだとかなり重要なノイズキャンセリングと、あと外音取り込み機能ですね。でノイズキャンセリングは低音はかなりカットしてくれます。地下鉄の中でのゴーという轟音だったりだとか、あとはエアコンの音とかですね、そういった雑音みたいなレベルの音は結構カットしてくれるんですが、一方で高い音とかに関してはちょっと苦手かなという風な印象を思いました。例えばカフェで作業していると空調の音は確かにカットしてくれるんですが、会話の声とか室内で流れている BGM みたいなものはちょっと聞こえるかなという感じ。聞いてないじゃんというほどでは全くないんですが、でもカットしきれていないという感じはありました。一方で外音取り込みは結構優秀だなと思いました。もうねつけていて何の違和感なしに会話ができるんですよね。値段に対してはこの機能はかなりクオリティが高いなと思いましたね。そしてバッテリー性能、ここがモンスター級と言ってもいいんですが、1回の充電でノイズキャンセリングありでも35時間、なしだと80時間までバッテリーが持ちます。大抵のヘッドホンは、ノイズキャンセルありでも2、30時間が限界なので、これは相当な、競合に対する強みだなというふうに思います。急速充電にも対応していて、5分間の充電でなんと5時間も再生することができます。なので、内蔵バッテリーがすごい容量積んでるとかじゃなくて、シンプルに電力効率がいいんでしょうね。そういった意味でもスマートなヘッドホンですね。そして防水防塵性能、こちら IP52 の性能を誇っております。
ます。これがどういうものかというのはこちらの表を見ていただきたいんですが、ジムで使うとか軽い雨天なら問題なく使用ができますね。通常こういったオーバーイヤーヘッドホンで、水への強さみたいなものを謳うものってあんまり多くないので、そういった意味でも結構強みが分かりやすいですね。ヘッドホンつけながらランニングする人とかも、多分いると思うんですけど、ジムで使うとか外で使うとか雨の時にも使いやすいということで、結構そういったところも、優位点として挙げられるかなと思います。で、ナッシングはですね、ナッシング X という専用アプリを用意しています。こちらでいろんな調節ができるようになっていて、先ほどのボタンカスタマイズもそうなんですが、イコライザー機能として自分好みの音質に調整することができます。細かい調節が得意でない方でもプリセットが用意されているので、これをベースにいろいろといじったりだとかね、比較的操作も簡単になっています。で、今回のヘッドホン、ナッシングのある種フラッグシップのオーディオ機器と言っていいのかなと思うんですが、そういった意味で他のメーカーのフラッグシップ機器と比べると、やっぱり一番の特徴は圧倒的な安さになるかなと思います。5年前くらいまでは3万のヘッドホンって結構高いなって印象だったんですが、今ってどこも5、6万くらいでヘッドホン出すんですよね。てっきりアップルだけが高いんかと思ってたら、アップルに合わせてどんどん他のところも上げてきてます。それと比べてこちらのヘッドホン1は 39,600 円、約4万円ですね。いや、高くないともちろん思われるのは分かるんですが、とはいえ先ほど比べたような他のフラッグシップ機器に比べると、だいぶ手に取りやすい価格帯にはなっているのかなと思います。いや、高いんですけどね。これ僕ヘッドホンあるあるだと思っているんですけど、結構多くのメーカーでフラッグシップじゃないモデルに関してはデザインがそんなによろしくないパターンが多いイメージがあるんです。値段が安いんだけど性能というよりはデザイン面もちょっと安っぽくて気になるなみたいなモデルがそこそこあるんですよね。それと比べてもちろん好みはあれどナッシングのヘッドホンはかなり魅力的なものなんじゃないでしょうか。この値段でフラッグシップ機としてのデザインがちゃんと担保されているというのは僕はやっぱり選択肢の一つとしていいんじゃないかなと思っています。それに加えて他のフラッグシップ機と比べると、やっぱり先ほども話したバッテリーの持続時間、そしてアクティブなシーンへの対応、ここら辺も強みになりますね。シンプルにタフですね。気兼ねなく使いやすいヘッドホンになっているのかなと思います。あとも個人的にはね、操作性は結構考えられてるなと思いました。こういうね、見た目だけじゃないデザインっていうところがね、僕はね好きですよ。本当にボタンが全て右側に集約されていて、かつ各ボタンに関してもはっきり言って絶対に間違えない操作なんですね。やりたい動作を確実にすぐに迷わず行えるという点で他のヘッドホンに比べるとかなり大きなメリットになるかなと思います。タッチパネルとかボタン減らして直感的にとかそういうことじゃないんですよ。ボタン減らせばいい、スマートにすればいいということじゃなくて、何よりも操作性が重要です。その点について僕はナッシングのヘッドホンは本当に考えられてるなと思いました。そしてちょっとね、最後の最後まで1個を取っておいたトピックがあるんです。それが音質についてです。おそらくこのヘッドホンを購入検討されている方で気になっている最後のポイントが音質なんじゃないかなというふうに思っているんですが、まず言っておくと十分高音質です。不満はないんですよ。ただ不満はないけど感動もないんですよ。なんて言うんでしょうね、この感覚は。AirPods Max と比べてとか BOSE ソニーと比べてっていう、ここら辺はもう価格差があるのでしょうがない差だとは思ってるんですけど、そうじゃないんです。相対的にじゃなくて絶対評価でおおっていうこの感動がない。なんて言うんだこれ。コスパって感じ。本当に悪くないんです。聞いていて特に低音の迫力とかは十分伝わるし、高音中音に関しても、悪くないなという感じなんですよ。でそんな時に思い出したのがこれだったんですね。ナッシングのイヤー A というイヤホンです。デザインが気に入っていて値段もそこそこ手に入れやすくて、それでこの性能っていうのは十分納得できる範囲かなという、そういうことなんですよね。ナッシングのオーディオはやっぱり感動を生むものというよりはコスパに優れたものというのが適切なのかなと改めて感じました。やっぱり一番感動したのは音楽を流した時ではなくてデザインを見た時、あと外音取り込みのファッと聞こえる感覚、この2つかなと思います。
ナッシングのオーディオを試したことがある方はその感覚に近いかなと思います。どっちかというと僕はオーディオ好きの人にというよりはヘッドホンほぼ初めてぐらいで買いたいんだけれども、ちょっとこれ最新製品も気になるなという方には、間違いなくおすすめできるかな。でも音質重視という方はちょっと別の選択肢を考えた方がいいと思いますし、そうなるとね、値段が上の他のフラッグシップ機になると思うんです。おすすめの範囲内ではあるんだけれども、期待しすぎるとちょっと引っかかる人がいるかもという感じです。でも何度も言いますが不満はないんです。なので総合力としては十分高いかなというふうに思いますし、このイヤー A とか他のナッシングのオーディオデバイスも全て含めて値段が比較的安いのにこんなにデザインが効いてるヘッドホンで、音質もそこそこ文句なしというようなナッシングのオーディオデバイスの血を正当に引き継いだデバイスだと僕は感じました。あともう一つあるんですが、直近でですねパラフさんがツイッターで載せていたんですが、塗装が剥げやすい可能性があるということで、この点は注意した方がいいかもしれません。アルミなのでそこの傷みたいなものは露骨に分かりやすく出てしまうのと、あと比較的このイヤーの部分が大きめなので、分かりますか、この真ん中の部分でちょっとこう普通に首からかけたりしていると擦れたり当たったりする機会が他のヘッドホンに比べて多いかもしれません。なので、フィルムをつけるとかそういった対策はしておいた方が安心かもしれないですね。以上が僕のこのナッシングヘッドホンの総評になります。ということでいかがだったでしょうか。デザインに惹かれたならそのままストレートに買ってしまっていいと思える製品だし、やっぱりねナッシング好きですね。このブランドフィロソフィーとかもう業界のいわゆる王道の流れに対して中指を立てるような雰囲気は僕は本当に好きなので、是非こういった新しいジャンルをねまた今後も続々と開拓して話題を作っていってほしいなとすごい一ファンながら思ったりします。今回の情報が気になっている方の参考になれば嬉しいです。ということでこのチャンネルでは他にもですねガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げています。ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で以上、なごみけでした。では。